Please give a big smile. Yes, thank you. しんちゃん、トイテンラひろみです。私はですね、今ちょっと分かりにくいですが、成田空港の第1ターミナルに来ております。ここはですね、国際線出発口の上の階でございます。はい、たくさんの人が並んでおりまして、こっちはちょっとカウンター開いてないけど、でもここも並んでるし、はい、もうにぎわいが戻ってきてるなっていう感じがします。今回はですね、題名にも書いてあると思いますが、ベトナムへベトナム航空のビジネスクラスで行ってきます。今の時刻が朝の7時41分です。今日は10時発の飛行機に乗ってハノイに向かいます。ベトナム航空主催のツアーに参加をさせていただくんですが、最初に言っておきますと、今回はハノイとハロンとホーチミンに行く予定です。この3泊5日のギュッとした旅を、何本かに分けてお届けしたいなと思っております。というわけで早速ではありますが、チェックインに行きましょう。ベトナム航空のカウンターはですね、4階の出発ロビーの北口の一番南側にあります。ここの A が目印ですね。ここがカウンターです。ビジネスクラス専用に並びます。どうやら A がホーチミンとハノイ行きで、こっちの B がダナン行きになってるみたいです。ピーチとかイスラエル航空も書いてありますけど、ダナンで一つカウンターができるって、ダナンがめちゃくちゃ人気なのが分かりますね。チェックインが終わりました。ここがおなじみ大きな掲示板になっておりまして、私が乗るのは10時発のハノイ VN311 便です。あなたのコードシェア便になっています。ベトナム行きはね、朝早い時間にまとまってますね。9時半のホーチミンシティと10時半のダナンも同じぐらいの時間に出発します。パッと見た感じ、ソウルがめっちゃ多い気がするで、こっちにも夜のハノイ便もあります。ホーチミンもある。それでは荷物検査に行きましょう。飛行機がめっちゃカラフル。すごい今日カラフルな気がします。ほら、手前がなんだろう、これジップエアーとかなのかな。こっちの奥がハワイっぽいその向こうはエジプトっぽいですねちょっと違うと思うけど、向こうにもずらっと飛行機が並んでます。すごい迫力。今回はビジネスクラスに乗るということで、いつもはね、こう青緑みたいな色の搭乗券なんですが、今日は上品な黄土色、ベトナム航空のロゴにもなっているハスの色になっています。めちゃくちゃ高級感がありますね。そしていつもと違うなと思ったのが、ここのシート番号のところが 6K っていうあんまり見ない感じの番号とアルファベットになっています。搭乗時間は9時10分ということで、ちょっと時間がありますので、こちらに行きます。じゃじゃーん。ビジネスクラスに乗ると、こちらのラウンジの、アクセス券がいただけますので、ラウンジでくつろぐことができます。せっかくなので行ってみたいと思います。ちょっと難しそうですが、たどり着けばいいな。ゲートは25なんですけど、ラウンジは逆方面にあるみたいです。出国審査出て左に行くとベトナム航空の乗り口ですけど、右側に行ってさらに上に上がったところだからね、ラウンジ行く方はもう早めにチェックインした方がいいなと思います。行きましょう。この辺初めて来たけどめっちゃ綺麗です。おしゃれカフェみたいになってます。これですね、成田プレミアラウンジ8。こっちから歩いてきて、ここが入り口っていう、なんかちょっと隠れ家感がありますね。人生初の成田空港プレミアラウンジ。あれ、なんか部屋みたい。ここがラウンジです。めっちゃ広い。めっちゃ広い。
入りましょう。すごい。入ってすぐ右手に和室があります。ここでね、ゆっくりくつろげるんですね。外国人の方にはすごい嬉しいとこですね。京都みたい。食べ物が朝食バイキング並みにあります。すごい。ここもね、ワインとかお酒が飲めるみたい。ビールはアサヒのスーパードライ、ハイネケンとかプレミアムモルツもあります。めっちゃ立派なコーヒーの機械もあります。すごい。こんな見たことない。どれを頼もうか迷って結局ジンジャーエールとポテトにしました。で、目の前にエールフランスの飛行機がこっちに向かってきてる。今私がいるのは結構空港の端っこらへん、一番ラウンジでも端っこの席なんですけど、向こうの席に行くと向こうのね、たくさんの飛行機も見ることができます。それではいただきます。ジンジャーエールなんだけど、なぜかいつもよりちょっと高級感が、味わえます。あっという間のラウンジの滞在でした。もうすぐ搭乗時間なので、ちょっと早めに移動しようと思います。ラウンジの場所があそこの建物の上なんですけど、ベトナム航空の搭乗口からは遠いかなという感じです。ちょっと距離はあるけど全然迷子にはならないから、そこは安心かなと思います。いやー、いいですね。搭乗前からちょっと贅沢な時間を味わって、これからビジネスクラスに搭乗して参ります。25番ゲートにやってきました。まもなく搭乗時間です。お願いします。はい、ありがとうございます。登場します。こっちのビジネスクラス。なぜかこう笑いがこみ上げてきますね。前の方からの登場となります。失礼します。シンチャオ。シンチャオ。何番だ。6K。すみません。はい、Thank you。シンチャオ。シンチャオ。ここがビジネス？すごい。すごい。すごいしか出ないけど、6だからちょっと後ろの方。Come on。こちらが今日の私の座席です。すごい広い。この飛行機の機体は結構大きいと思うんですけど、ビジネスクラス何席あるんだろう。結構あります。こんなに大きい機体なのに4列しかないってすごいですね。もうちょっと私多いと思っててすごい一個一個がね、中側は中側で結構多い感じ。Thank you very much。特別に写真撮影などをさせていただきました。とても広々とした機体の中の広々としたビジネスクラスに今日はここの席でハノイまで連れて行っていただきます。まずこちらの席にはこれはエコノミーにもありますね。でも色がね、やっぱりこのビジネスシートの色になってる膝掛けと枕が置いてあります。でちょっとね、高級感のある色味になってます。初めて座りました。初めて。荷物はここかな。ここに入れるところがあります。ちょっと斜めってるからぐっと奥に入れて、これは何だろう。これもしかしてこれがこうなってフルフラット的な感じかもしれません。おしぼりをいただきました。使い捨てじゃないタオルのおしぼりです。どこから紹介すればいいかもうわからないぐらいなんですが、まずここのなんていうんだ、手すりみたいなところが革になってます。エコノミーも革だったのかちょっと覚えてないんですが、色がね、もう高級感の
ある感じで、ちょっとっていうかだいぶ広いです。めっちゃ広い。私は小柄な方だからエコノミーでもそんなにめっちゃ狭いって感じはしないけど、ここはねもう広くって腰がもう普通に余るぐらいになってます。だからね、この手をかけたら社長みたいになります。ジュース Thank you。 ジュースいただきました。シャンパンかなんかかジュースって言っていただいて、美味しい。まだまだ紹介しきれてないところがたくさんありそうなんですけど、ひとまず出発を待ちたいと思います。はい、 OK Thank you。 ビジネスクラスのお食事メニューとドリンクリスト、まずはご飯を見てみようと思います。これお飲み物こんなにいっぱいあるの。ちょっとこれは置いといて、朝食かな。和食と洋食があるみたいです。結構がっつりな感じですね。ほほ肉のシチュー美味しそう。いつもね日本出国するから日本のもの食べたいなと思っちゃうんですけど、洋食にしようかな。パンもあるし、チーズとかフルーツとかお酒にも合いそうなものもあるし、和菓子、ケーキ、アイスクリーム、なんかアフタヌーンティー的なものもあります。で、飲み物がここにずらーっと書いてるんですが、多分これがこっちのドリンクリストに分かりやすく載ってるんじゃないかなと思うんですが、シャンパン、これもシャンパンとワインで、なんだろう、シグネチュアドリンクって、どうだっけ、特別な飲み物、ベトナム航空特製ドリンクみたいな感じですかね。こうネーミングがね、ハローベトナムとかビーラムフエとかダンスまであります。そしてカクテル類といっぱいお酒が載ってますね。ジャパニーズ酒もあります。ビア、あとノンアルコールもあったりします。それとすごい充実、ティーの種類がこんなにあって、コーヒーもあります。最近ニュースにあったんですけど、ベトナム航空のビジネスクラスでコーヒーの種類が7種類、これ見たら8種類飲めるようになりましたっていうのがあって、バックシューとか飲めるんですよね。バックシューってなかなか日本で飲む機会もないと思うので、空の上で飲めるってね、すごいなと思います。めちゃくちゃ充実。前の画面はめっちゃ大きいです。エコノミーの 1.5 倍ぐらいあります。で、ここに机があって、多分こうね来るんだと思います。で、こっちがやっぱりリクライニングになるんだ。すごいね、細かい。これもしかしてマッサージかもしれんから、ちょっと後からやってみます。リラックスとかベッドとかあります。これはこう伸びて前の画面を操作するものなのかな。そしてこっちの下側にヘッドホンと、これはヘッドホンカバーが入ってます。最初から用意してくださって、しかもね袋に入れてくださって、すごい。今回の機体はですね、エアバス350900という機体です。エアバスって聞くと321とかそういうイメージでちょっと小さな飛行機と思いがちなんですけど、これはねすごく大きな飛行機で、だからビジネスクラスもねこういう立派な感じの空間が広い感じになっています。そしてここに雑誌がありまして、こんなんもあるんだ。日本語で
書いてる。日本とベトナムをこうつないでるっていう日本橋があります。おお、日越大学が載ってる。日本語の雑誌がねあるのは日本線だからだと思うんですけど、ベトナム航空の日本語の雑誌を初めて見ました。10時ちょうどに動き始めました。いいですね。帝国で動くってちょっと縁起がいい気がします。あっという間に空の上に行きました。だいぶ前の席なので翼がね後ろの方に見えます。エンジンはめちゃくちゃ肉眼で見るとめちゃくちゃ大きいです。ハノイまであと4時間36分。あっという間な感じしますね。画面がねほんと大きくってすごい見やすいです。後ろに背中つけた状態からだと結構遠い旋回して今千葉県にいます。映画はこの辺は日本かな。でアニメとか日本のがあんまり知ってる感じのはないかな。シン・ウルトラマンとかありますね。足元にあるこれをちょっと見てみたいと思います。これはちょっとモフモフなスリッパです。ベトナムエアラインのロゴが入ってます。この色もね多分この辺りの色と同じになってビジネスクラス仕様になってます。そしてこれはどういうブランドなのかな。ケルッティケルッティ。あ、ここにねベトナムエアラインと書いてます。さりげなさがめっちゃかっこいいですよね。開かないようになってる。ちゃんとここでね止まってて開いたら分かるようになってるんですね。おお、まずは何これ、靴下。あ、靴下になってる。靴下かな。かかとのところがないんでちょっと怪しいですけど、多分機内とかでねこう寒くなった時に履く用の靴下かなと思います。あ、なんだっけ、アイパッチじゃなくてアイパッツじゃなくて目隠しもあります。耳栓、櫛、ボディクリームかな、リップバームも入ってます。歯ブラシと歯磨き粉、あとシールも入ってます。無料で起こしてください、ご飯食べるとき起こしてくださいと、なんだろうちょっとわかんないけど、シールがあります。ビジネスになったらこういうものをいただけるんですね。ありがとうございます。Thank you。 お料理が届きました。まずは前菜かな。チーズとかタコがあります。お飲み物はセブンアップにしたんですけどなかったのかな。スプライトも同じ感じだと思うので、すごいコース料理的に一品一品出てくるんですかね。でドバッとくるんかと思ったらお上品に一品だけ出てきました。それではいただきます。チーズ、めっちゃワインに合う味です。タコ、タコは日本酒に合うかも。お酒頼めばよかったって後悔するぐらいお酒に合う前菜でした。Yeah, thank you。めっちゃやってきました。すごい。もう日本の京料理みたいな感じのがやってきました。この和食のメニューとすり合わせてみてもち
ちょっとねどれがどれかよく分かりません。でもすごく上品な飾り付けがしてあって細部までこだわっているのが分かります。それではいただきます。スプーンとか入ってるのかな。スプーンとフォークが入っていました。一応お箸もねついています。パンもいりますかって言ってくださったんですけど、量が多くて食べれるかわからないので、とりあえずこちらを先に食べたいと思います。本当和食すごい和なごま和えです。お銀杏もある。昆布こんなに和っていう感じが食べれるのもすごく嬉しいんですけど、ちゃんとしたって言ったらあれだけど、ちゃんとした食器でここにもねこだわってるなっていう感じがして、これが空の上ってあんまり考えられない、ちょっとした懐石料理を食べている気分。本当になんか和室で食べる料理を飛行機で食べてるっていう感じです。めっちゃ美味しい。今回はですね、私初めての国際線でのビジネスクラスということで、昨日からずっと緊張してて、今日朝4時起きだったんですけど、だから早く寝なきゃ、たくさん寝なきゃと思って早く布団に入ったのに、もう全然寝れなくって30分ぐらいしか寝てないんじゃないかというぐらいめちゃくちゃ緊張してたんですけど、ここに来たらもうリラックス、もう緊張もちょっとしてるけど若干寝不足なんだけど目が覚めるようなリラックスみたいな初めての体験だなっていう感じがしました。 Yes, thank you. Yes, thank you. メインがやってきました。てっきりこれ魚だったからこれメインかと思ったら、また別に熱々なメインがやってきました。すごい熱い。お味噌汁とご飯も来ました。すごい。お椀の入れ物が違うだけで料亭感が出てきて品があるっていう感じがしますね。なめこのお味噌汁、こぼれるめっちゃ揺れる。こちらのお魚はですね、甘鯛香鮮揚げきのこあんかけというものみたいです。すごいしっかりとしてる。いただきます。ボリューミー、おいしい。このきのこのあんかけと一緒に食べたらね、もっと美味しいです。おー、すごい。 This one and beet one。 フルーツとチーズありました。私はちょっと見たことある美味しそうなチーズとビートって言ってました。これ多分何かの何かのフルーツ。メロン and これ何ですか？これ柿？ OK thank you 追加で来ました。フルーツはねまた別のねフルーツ盛りがあったんですね。メロンと多分柿。最高のデザートです。アイスクリーム？すごいはい。Come on。OK thank you。 食べようとしたらどんどん次のデザートが来ます。アイスに何かソースをかけてくださいました。デザートもいただきます。ナイフまで入ってる。アイス用のスプーンも入ってました。わーすごい。やっぱしょっぱいものからいかなきゃね、甘いものが甘く感じなくなるのでしょっぱいものからいきつつ、でもアイスが溶けちゃうから急がないと。空の上で食べるデザートは格別ですね。めっちゃ優雅な時間を過ごさせていただいております。結構私食べるの遅いので優雅なお食事タイムみたいな感じになっているんですけど、皮も食べちゃったおいしい。多分さっきお姉さんがいっぱい果物持ってきていらっしゃったので、もしおかわりとか欲しかったら、多分この時間だったらいっ
ぱい食べれるんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっとずつ食べただけでもすごい満足感があり、アイスがね待ってるっていう最高の至福の時間です。あ、また皮食べちゃった。大根だ。あ、美味しい。ミルクティーのアイスだ。ミルクティーのアイスにミルクティーソースがかかってる感じ。普段あんまり出会わないような味です。めっちゃロイヤリティな気分になります。バックシューが届きました。あのニュースを見てからいつかベトナム航空の、ね、ビジネスクラスの国際線に乗ったらいっぱいある中のコーヒーからバックシューを頼むぞと思っていたんですが、念願かなってのバックシューです。いただきます。美味しい。すごく優しいコーヒー牛乳みたいな感じです。どちらかといったらこうベトナムコーヒーの強さよりかは全然牛乳っていう感じの、牛乳にほのかなコーヒーの香りがついたような感じで、甘みもすごい少ない優しい甘みなのですごく飲みやすいです。甘の感じがね、どうやって出したのかちょっと気になりますね。機内でシェイクでもしてくださったのか、ごわーっとかき混ぜたのか美味しいです。ハノイまで残り2時間半となりました。せっかくなのでこの椅子をちょっと倒してこう横にしてフルフラットみたいな状態にしてみたいと思います。多分ここのボタンだと思うんですが、ベッドって押せばベッドにしてくれるのか、座ったままでいいのかな。おちょっと動いた。すごい。ちょっと分かりにくかったと思うので引きでねちょっと見ていただければと思います。ベッドを押したら本当にまっすぐフラットになります。多分フラットよりこっち側がね結構下がってる気がして、結構こっちに下がってる感じがします。でもねここで調節することができるので、ちょっと上げたかったらこれぐらいがすごく快適。こんな体勢で外眺めることないから、すごいめっちゃ綺麗です。これ私の目線からなんですけど、今までは空から下を眺めるみたいな、地上とか海を眺めるっていう感じでしたけど、自分が空にいるのにもっと空を眺めるみたいな、下から雲を眺めるみたいな感じの光景で、今までと全然違った景色、本当に飛んでるっていう感じがします。枕を敷いて、布団もね結構長い、本当に長くて大きいので、本当ちょっとした掛け布団みたいな感じになります。せっかくなのでちょっとゆっくりさせてもらいます。空の旅が楽しくてなかなか眠れないんですけど横になってゆっくりしてたら CA さんがナッツ柿ピーみたいなのをくださいました。おなじみの味です。ちょっと外見ていると下にね山みたいなのが見えます。陸でハノイまであと1時間半だから、中国とかかな。中国か香港、いやどこだろう。まだこれは香港かな。香港だと思います。香港、そんな
上空のね近くを飛んでるんですね。よく見たら街並みも結構見える。天気がいいから多分見やすいんだと思いますけど、上空から香港が見えるなんて。よく見たら香港はもうちょっと先にありました。香港ってこの辺だけなのかな、ちょっとわかんないんですが、多分中国だと思います。ちょっと気になるんですけど、ここの他のボタンをちょっと試してみようかなと思います。さっき押したのがベッドでちょっと中くらいと普通の椅子みたいな感じのがあるんですけど、前とか前に行ってる。前に行ってる。後ろは後ろに行ってる。これで前にしたらこのね画面だんだん近くなっていって結構届きやすくなりました。こうやって工夫すればいいんですね。ちょっとね動くときねキキキキとか言いますまもなく着陸です。もうベトナムに入ってるのかな。もしかしたら中国かもしれんけど入ってるんじゃないかなと思います。いや入ってないかな。多分入ってますね。ちょうど入ったぐらいかな。これが何名かな。だからちょうど国境ぐらいにいるんだと思います。あと紹介しきれてなかったところ、ハンガーマークなんですけど、スーツの人とかがスーツかけれるようになっています。それとここに机がありまして、読書灯みたいになってホルダー、特に使わんかったけど乱気流の時とか使うのかな。机の下にはここに充電ポートありまして、今私充電してるんですけど、海外仕様の三つ口のやつが入るようになってました。ここにもポートがあるんですけど、これはねなんか充電できるようなできないようなちょっと微妙な感じだったので、充電はこっちの方がいいかもしれません。到着しました。先カモン。thời gian tốt nhất. Thank you. Thank you. 暑い。いいね。ベトナムのムシムシした暑さ。ベトナムエアライン、いつもありがとうございます。今日も本当に快適な空の旅でした。今日ちょうど秋篠宮様がいらっしゃってるということで、ハノイに日本の政府専用機があるというとても珍しい現場に遭遇をしました。ハノイにねこんなにでっかい日の丸が来る日なんてなかなか見られないので、めっちゃかっこいい。日本国と書いています。着きました。地上に降り立った感があります。ベトナム航空のビジネスクラス、本当に快適な、飛行機移動でございました。今日乗った機体は隣の人との視界がうまい具合に見えない感じになってて、プライバシーというかプライベート空間みたいな感じになっていたので、すごく過ごしやすかったです。あとフルフラットにちょっとするだけでもう体の疲れが全然違いますし、青材 CA さんの細かなサービスとね、その青材 CA さんを見れるっていうのがベトナムに行く前からベトナムを感じられるのがすごくいいなと思いました。これから入国審査に行きたいと思います。あんまり並んでないかな。あっという間に10分ほどで、入国審査を終えました。時間帯が今2時ぐらいなんですけど、ちょうど飛行機があんまり来ない時間だからなのか、もしかしたら最近ですね、ハノイとかホチミンの空港で自動ゲートみたいのができて、現時点では外国人は入国では使えないんですけど、ベトナム人の方が使えるので、それで混雑緩和になっているのかもしれません。
荷物を取りましょう。全然違うレーンにいました向こうかな。ありました。よいしょ。それでは外に出ます。お、たくさんの人、みんなしんちゃう。あ、お花持ってる人もいる。ここに SIM とか両替する場所があるので、今回私は AHAMO を使ってネットを使っているので、両替だけちょっと見ていこうかなと思います。今現金は30万ドンぐらいあるので2000円ぐらいあるんですけど、ちょっと今のレートも知りたいっていうのがあって聞いてみようと思います。しんちゃお。Yeah、ジャパニーズ円。バーニェウティン。163。おお。低いんですか、高いんですか今日。高いの方。高いの方。163、163万ドン。どこもねそんなに変わらないと思うんですけど、ここも162万ドンって書いてるし。いやいや、マニーチェンジ、ジャパニーズ円。100、お、すごい、ちゃんとこれで分かりやすい。163万8000ドン。あ、3万円。3万円もしない。1万円だとね、163万8000ドン。トイコンザイ。せっかくだからね。モエンギン円。円安でね、だいぶレート悪くなったんですけど、そこから全然戻る気配がありません。これベトナム航空のケースです。めっちゃかっこいいですよね。はい、はい、カムオン。両替をしてみました。それではハノイの外に出ましょう。今ちょうど一番暑い時間なんじゃないかなと思うんですけど、あ、人は全然いない、全然いないお花屋さんもちゃんと、はい、可愛いお花飾ってくれてます。というわけで今回は日本からハノイのベトナム航空ビジネスクラスの旅をお届けしました。めちゃくちゃ素晴らしい、はい、移動でございまして、やっぱり機内だからね、こう感情をすごい抑えつつだったので、すごい静かな感じで、淡々とな感じだったかもしれませんが、めちゃくちゃ心の中は興奮しておりました。今回の旅、ハノイから始まりまして、ハロンとホーチミンとどんどん紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。この動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライ。